ちょん。なんか今年これ流行る。水晶。水場所。水場所じゃなくて、あやめの方じゃないかな。あやめ。色が変わってる最初。めっちゃ鼻ついてくる。めっちゃめちゃ。裏行ってないからわかんない。うん。山になるもんで裏になってる。最初キンポゲかと思ったの。キンポゲがあれ。これが綺麗じゃん。あ、またここにもある。怖いって思うと思った。横でなんで横になるんだろうね。道の真ん中の。
あ、ネギ寄りだったら会計はできないのかな。私のちっちゃい庭をきれいにしたい。どこに咲いてる要素聞く限りだと断崖しかない。ああ、かっこいい。好きで撮れるけどどう？あるべきでしょ。鬼屋さんに行ったんだけど。
ビッグボス。お父さんのとこ車止めていい？もう一回行く。あと30分。うん。これもバラだよ。これバラだよ。そういうのバラだよ。あ、じゃあパーフェよかったな。お母さんだ。うん、そう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 。すごいすごい。しんどいでしょ。Tem que vir, achei que você tem que levar pra você. Já levar você pro hospital da Lúcia. 反省がいいよね。腹のむそうだけど、もううち取れるんじゃん。ないし、春口にはこごみがあったのに。
来光平山ですから、そこに小竹咲いてるから。左右にたくさんの木はね、これ梅の木でございますが、この梅の木をよく見てください。梅の実がね、大変。お客さんごめんなさい、危ないことしないでくださいよ。ごめんなさい、ボタンをね、押されたらボタンを押して止まりますから、動いてる時に降りないでくださいよ。左右にね、梅園でございます。この梅園には、寒梅、紅梅、白梅、しだれ梅など110種、300本の梅の木がね、上でございます。ここは観光梅園ですので、花を見るためのね、この花梅とね、なっておりまして、一本一本すべてが名木ばかり取り揃えてございますね。さあ、それでは今度はね、左下を見てください。白いお花がね、咲いてますね。これカラーというね、お花が咲いてますね。桜、緑のトンネルの中に入ってきましたよ。まず停留場も最初の停留場が浜名湖ゲート。2つ目、花総美入り口、ガラス停留所、停留所。3つ目、子供広場、木箱広場停留所。4つ目がクリートルパレス、大事ですね。それを次の少しの点、停留所となります。大丈夫です、ごめんなさいね。今日は行きませんからね。子供広場で走る点となりますね。楽しみですね。はい、この山の斜面でね、今ちょうど下にかかってますね。フラワーパーク50周年を記念して作られた乗り物スロープカーでございます。全長60メートル、1分ほどのね、短い乗り物でございますね。この右下は日本を代表するガーデンデザイナー吉谷恵子先生監修の全く新しい花の世界はフラワーフォレストとなります。さあ、左奥の方、ソメイヨシノの桜並木通りとなりますね。園内がね、桜の木も全てが緑一色でございますがね、この緑となった桜並木通りもね、フラワーパークね、大変人気がありますね。もしよかったら桜並木散策してみてください。このフラワーパークは昭和45年1970年9月浜松市政60周年記念事業として開園をいたしまして、54年となります。園の広さが30万平方メートル、東京ドームが 6.4 個分、これ10万坪、歩いてますとね、1時間以上かかる広さとなりますね。最初の停留場が浜名湖ゲートでございます。浜名湖遊覧船に乗られる方、動物園の正門の方へお車を止められて帰られる方、また動物園に入る予定のある方はここで降りてくださいね。なお、この次の停留場、共通門停留場からも動物園に入ることができますよ。浜名湖ゲート降りられる方、左側周の上の降車ボタンを押してお知らせください。降りられる方はいませんか？左側に太鼓橋、この太鼓橋を渡るともう向こう側が美しい浜名湖関東にの温泉街となりますね。はい、ここは通過をしますよ。右に大きく曲がりますよ。正面に大きな水が見えて、
大人も子供も楽しめますね。鯉の餌やりの池としてね、人気がございますね。大工橋を渡った向こう側、1箱200円。人が遊びにね、鯉の餌黄色いあそこでさ、写真撮ってね、鯉の餌やりもまた楽しんでみてください。さあ、ここからは桜並木通りや紫陽花通りに入ってきましたよ。新緑の香りのする緑のトンネルの中を、600メートルにわたって進んでまいりますね。この北日本方向、まっすぐに伸びます場所の高い木、この木は生きた植物の化石と言われますね。メタセコイアでございます。さらに奥の方はテラスの池でございますね。7月から10月にかけまして、熱帯水田がね、楽しめる池となります。その左下は400メートルにわたりまして、外遊種の日本庭園となります。この先に森手と池がございます。池のそばに色炎がついておりまして、花と緑がお楽しみいただけますね。現在でもね、大変人気のある散歩コースの一つです。今年も1300本の桜の木を50万種に準備でここは歩いてきたらただただ水道水源がね、できましてね、そこには大勢のお客様でになっていたところでございます。その左山本向こう側が浜松市の宮の動物園、フラワーパークと合わせまして関西市総合公園と呼ばれております。山の中腹に三角道がねございまして、吊り橋を渡ってゆっくりとね、この自然な景色もね楽しんでみてください。左下の池が滝芝との池、池の中に5つのモニュメント、透明化ジムキーリングによりますね、大変に楽しみにだいぶ使いたい。2つ目が花将軍入り口、動物園共通門停留所、白口はなんとかね楽しめるようですが、八重の口、長口はもう前回ながらね、少しずつお分けしたようでございますね。となりましたら、光を走りますから、そのまま座っててください。降りられる方は大きく手を挙げてお知らせください。左側に白口、八重の口、鎖の口でございます。はい、こちらで鎖外しますから、そのまま待っててください。お客様いいですか？なんか今は乗れないんだって、もうすぐ終わっちゃうんだって、これ。違うところに乗った方がいいらしいよ。はい、乗りますよ、注意ください。はい、これより今度は少し前上り坂となります。左下がスマイルガーデン。訪れる方を笑顔にしたいということで、微笑みの庭と呼ばれております。お花とお花の間に散策道がねございまして、季節の花を手に取るようにね楽しむことができます。こちらもね、吉谷恵子先生監修のダブルボーダーガーデンはイギリスガーデン。こちらにね、七富士が長富士、手前が白富士、残念ながらちょっと長富士はね、もうね、終わりかけてますからね。まだ白富士はね、楽しめましたね。その左山の上の方に見えてきたのが大観覧車、子ども広場となります。子ども広場、芝生広場停留所、降りられるようでしたらボタンを押してください。なおこれ過ぎますともう終点停留所でございますよ。はい、止まりますね。はい、降りられる方を手を挙げてお知らせください。この上へ行ったところです。はい、動きます。左
り親しみの時の今日もキッチンカーがたくさん出てますかね。右奥の方の建物のエレベーター、園内広いですからね、歩き疲れましたらこちらのエレベーターもぜひご利用になってください。じゃあこの上り坂さらに急になりますよ。ちょっと路面がね荒れておりますね。この坂を上りきるまでね、しっかり座っていてください。3月の23日からね、浜名湖花博開幕をいたしまして、連日大変大勢のお客様でね、賑わっておりますね。お客様で、30万人をね、突破したようでございますね。未来に開く花月、いつもとは全く違う感動の86日間となっておりますよ。この期間中ね、100団体以上のね、近隣市民の皆様方によるね、歌やダンスの披露がね、ございます。今日はね、ウォーターショーがね、楽しめますね。巨大なキャラクターが次から次へとね、浮かび上がっていきますね。はい、どうもありがとうございました。終点で以上となりますね。お忘れ物ないようにしてください。はい、じゃあ前のチケット買われた方から前の方からじゃあこちらね、トレードでチケット売り場になります。1人100円となります。はい、どうぞ前の方から順番にお座りください。トレードられる方1人100円です。